その淡味っていうことの極上な味をここで一番米の表面のほぐれる感じをやっていくと面白いと思うんですよ。ようこそいらっしゃいませ。よろしくお願いします。楽しみにしてます。ありがとうございます。まずは一個いきますか。ありがとうございます。はい。こちらでいいですか？どちらにしましょうか。こちらお好みが。野崎さん的には僕は杯なんですよね。これ？はい。はい。じゃあこれでちょっといきます。でなんで杯かって実はね、男が大きく見えるんですよ。へえ。あ、そうか。でなぜかっていうと、おちょこで飲みますよね。こうですよね。杯ですとね、肘が上がるんですよ。こう大きく見えるんです。こう。あ、なるほど。こちら、私の方から見ますとね、そうするとなんか、昔はお座敷で飲むとそういうことで、一緒にご商売させてもらってよろしいでしょうか。もちろんです。ちょっとじゃあ使わせていただいて、ありがとうございます。いいですか。
はい、ありがとうございます。ではじゃあ今日よろしくお願いします。はい。さすがですよね。いえいえいえ、なんかここで野崎さんの前で飲むと緊張するね。まずちょっと今日はお椀から出させていただきますので、ありがとうございます。不思議な料理を作ろうと思ったんですね、今日はね。はい。不不思議な料理。不思議なというのはお椀に使わないだろうっていう磨きニシンっていうのをね、はい。普通磨きニシンって味が濃くてお椀には普通は合いませんよね。磨きニシン、なんかそばにはそうだからニシンそばとかっていうそういうことはあるんですけどね、そういう世界をちょっと。ニシンナスってあるぐらいだから、ナスとニシンとですね、ちょっと使って妙なこれ伝統っていうことを新しい世界でお椀に使うことはほとんどありえないんですよ。はい。それナスですね。ナスですね。季節の色をついて面白いんだろうなと思って。その白いのは髄器ですね。髄器ですか。はい。その中で、自己 PR ダッチポップと野崎弘光のってはい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。僕これ一つ教えてほしいんですが、いただくときにというかお椀開けるときにお椀の蓋ってこう置くもんなんですか。こう置くもん。まあ返すでしょうね。返す、やっぱり返す方が、それで開かないときはこう押してください。はい、わかりました。山椒がちょっと効いてるんです。はい。いただきます。わあ、美味しい。やはり会長かっこいいですよ。こう肘が上がってこう飲むとね。こうね、確かに言われてみたらそうですね。こう飲むとなんかめめしいですよね。確かにそうだね。これはワインじゃこうできませんからね。確かにこうなりますよね。このかっこよさがこうなるほど、お座敷文化ではあったんですけどね。どんどんいっちゃうんですけど、いいんですかねこれ。私もちょっと失礼しちゃって。ありがとうございます。どうぞ。それとコロナ禍にあってですね、はい、緊急宣言の中でお酒を出せないっていうところで、酒出せないとお客さん来ないんですよ。で僕もね、ちょっと軽く考えたことは、別にアルコールだけだと思ってたら違うのことは分かったんです。酒を飲むって、はい、コミュニケーションっていうのは酒を一回間を置いてこう取れるってことを分かってきたんです。まず一献はとかってこう通じないと延々と喋り続けなきゃいけないんですよね。確かに。この間を酒が置いとくことでほってして一回次のもう一歩進むことができるんだけど、はい、延々とこう進みたい間も持てなくなる、何にもないっていうのは別に酒って不思議だなと思いましたね。確かにね、やっぱり人と人をつなぐって酒ってね、本当にやっぱり一人で飲めないというか、一人で実は飲んでる一人酒ってこれはこれでまた美味しいんですけど、でもそれだってやっぱり自分が相手に飲んでるでしょ。はい、だからやっぱりね、酒ってそういうもんなんだと思うんですね。だからアルコールただ飲めばいいんだろうと私もこう思ってたら、そのお酒が出せなくなった時にお客さん行かないよ、お前のとこって酒出ないんだからとかって言われる時にこう見てましたら、やはりこうコミュニケーションの間っていうのがあるんです、独特の。確かにね。それがないと、そんなに量飲むんじゃなくてもいいから、その一杯二杯でもここの差がないと、今回だけはしみじみ教えられましたね。そうですね。本当酒と食の関係というのもやっぱ今回しみじみ私らもこういろんなこう見直しましたよね。確かにね。先ほど言ったご飯です。ご飯の、すごいね、綺麗ですね。これがね、はい、美味しい。はい。うわ。
でこれをですね、はい、ご飯に、ちょっと一番表面のほぐれる部分だけあるんですよ、これ米が、はい、ここにですね、先ほど蒸しアワビを作りましてね、乗せて、はい、獺祭をかけて食べると美味しいんですよ。あら、さっき言いましたけど、淡味っていう話をしましたよね。その淡味っていうことの極上な味をここで一番米の表面のほぐれる感じをやっていくと面白いと思うんですよ。でここにですね、これをかけるんです。はい。周囲からかけるわけですね。はい、周囲とか。はい。ここに文字をちょっと添えて。はい。はい。これなんで思いついたかというと、昨年御社がお米を売ってらっしゃったんですよ、酒米を。はい。その酒米っていうのをね、作れないためにその農家を持続可能な産業として残そうとした時の、その感動したものを思った時に、酒と米っていうのがこうつながりがあるんだろうなっていう。なるほど。はい、ありがとうございます。もうそう言っていただくと、なんかあの時の給与の一作がなんかすごくこう立派な話みたいに見えて、いやそうじゃなくて、残さなきゃいけないものってあるじゃないですか、やはり、本当に米作ってくれなかったらやはり酒も作れないし、いい米を作ろうとはね、はい、確かに。だから御社がこうやってきたことの、雇用を守るための方法ってやはり必要ですよね。やっぱり続かないと、まあ言えば何でもそうですけど、生き残らないと、はい、それは何を言ったって仕方がないんで。そうなんですよね。でそんな作品にもう一つ僕考えついたんですよ。ありがとうございます。ちょっとはい。た時に、はい、御社が作ったこれありますよね。甘酒、はいはい。これすき焼きのタレになる方法。これまずね、比率があるんですよ。これが4、醤油が6で合わせるとすき焼きが美味しくなるっていう。僕今までのすき焼き嫌いなんですよ。どうして嫌いかっていうと、甘すぎるんですよ。確かにね。すき焼きが生まれた時代のあれを見てみた時に、いつの時代に生まれたのかなっていうことを考えると、牛肉が美味しくない時に生まれたんですよ。はい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 。もう昭和50年から霜降りが出てきた時に、甘さはくどいんですよね、どう考えても。確かに。そういった時に物ってずっと思ってたんですけど、実はこの間ちょっとこの甘酒が手に入った時にふっと思ったんですよね。そういうやっぱりこうあれですね、常にこうこれとこれを合わせればというのはこう、それと先ほど言ったようにお米をすごく大事にしようとした時に、こういうものがこうあったら、酒だけじゃなくてこういうものもこう使えれば、こういう世界があるんではないかと思って。急遽思いつきでメニューになかったんで。はい。うわすごいなこれ。これ卵もつけずにこのままどうぞ。このままいけ。はい。いただきます。では、はい。たくさんの調味料入れなくてもこれだけでいいんだっていうのが分かると。いやこれ今日需要開発、うちの会社の売り上げね。ちょっと玉ねぎもこれでうちですき焼きじゃなくても、焼肉屋なんかでもこれで食べれば、焼肉のタレでもいけますね。そうですね、それでも簡単におかず作れるの。いや美味しい。これ卵はいらないですね。いらないですよね。いらない。はい、あれは甘さを抑える意味で入れるんでしょうけど、
でもなんか不思議ですよねこれ、飲んでてお酒も酔わないっていう、いい酒は酔わないっていうなんか理論的なねあれは意味はないはずなんですよ。だけどみんな経験的に皆さんいい酒酔わないっていう。そうですよね、飲めちゃうっていう本当にそう。僕も自分自身でもそうで、ただお客さんからよく言われていい酒飲むと酔わないんだよなって言われて、いやそんなはずはないんですけどね、アルコールは一緒なんだからって言いながらね、でも違うんですよね。だから美味しいものはお腹にたまらないことと同じですよね。あ、そういうことか。そうですよね、体に要するにフィットしてるっていう、だから例えばすき焼き食べてもこのお酒飲めるじゃないですか。そうですね。いや本当に普通はちょっとすき焼きでなかなかお酒って結構辛いもんがありますよね。そうですよね、なんかすき焼き屋の今社長の顔が浮かんでまずいこと言っちゃったなと思ってるんですよ。だからこれでタレ作ってくださいって言えばいいかもしれないですよ。いや確かに、いや言います。